こんにちは、MD ジャックです。皆さんこんにちは、愛です。今回はタングス ZTNU のアップデートモデル、ヘイデイエディションのレビューです。名前が長いですね。ZTNU クラス HBB ヘイデイエディションでいいのかな？長いので、ここから先はヘイデイと呼びますのでご承知おきくださいね。ZTNU は 14.5mm のプレイナードライバー搭載モデルで、人気モデルだから詳しく説明の必要もないと思うけど、中国東欧長時代の女帝、不足点の名を持つモデル。今回、パッケージの不足点の眼光がさらにシャープになって、当時の冷徹さが表現されている気がする。ジャックさん、まるでその時代のこと知ってるみたいですね。知らんて。だから、気がするって言ってるじゃん。あ、そうですね。ZTNU プロとかじゃなくて、東欧町にちなんで、ヘイデイ全盛期ってことなんだろうね。ネーミングに相変わらずのこだわりを感じるわ。このチャンネルでオリジナルエディションはレビュー済みなので、オリジナルとヘイデイの違いを確認してみようか。はい、そうしましょう。ミミィちゃんも一緒にね。どれどれ？結構違いがあるのね。まず本体は、ヘイデイはボディ素材が全部アルミになったのね。レジンとアルミのオリジナルエディションよりその分重くなったんだ。そうなのよ。装着するとき寒いとめっちゃひんやりするわ。ちょっと手の中で温めればいいじゃん。あ、そうね、そうしよう。なんか、愛は相変わらず天然ね。そうかな。そういうことにしておきますか。カラーはオリジナルエディションのパープル、好きなのよね。ミミィはヘイデイの電気メッキのガンメタ、好きよ。次はドライバーね。タングスの Facebook に違うドライバー使ってますって写真が掲載されていたので引用させてもらったわ。こういう風にちゃんと見せてくれるの嬉しいよね。そうだね。インナーケーブルも変えてるんだね。ドライバーから接続部までのケーブルがしょぼいと、その先のケーブル変えてもなーなんて思ってたけど、こういうとこも考慮されてるんだね。そうなんですね。愛は全然意識したことなかったな。分解したことないと意識しないとこだからね。本体以外の部分では、まずケースね。大きさは同じ。色と素材がちょいと変わったのかな。ケーブルをケース内で巻き巻きしながら入れられるのいいわ。で、そのケーブルがいい色してるよね。ジャックが交換可能タイプなのもありがたいわ。ジャックさんがジャックの感想を言ってる。あはは。ミミィちゃん、ちょっと寒いわよ、それ。チューニングはミミィちゃんがいつも鉛筆みたいな名前の人って言ってる。有名でピュアの HBB さんとのコラボなんでしょ？そうそう、HB よりさらに濃そうな感じよね。まあ、イメージ的にはね。で、肝心の音質の傾向は後でお話ししましょう。じゃあ最後に価格。オリジナルエディションより50ドル高いのね。今のレートだと26,000円ぐらいかな。安くはないけど、内容を見る限りでは妥当かなーと納得できちゃうか。聞いた満足度からしてもね。ではサウンドチェックしてみようか。はーい、そうしましょう。もちろん、この2モデルの比較です。ニアピワタンチジム TAPB トレブルを、ケーブルはヘイデイ付属のケーブルで収録しています。ではどうぞ、音量上がります。では波形比較で最初にレッドシオア S10 にも加えた状態で表示します。はい、ご覧の通り、一番の違いは低域の出方ね。オリジナルのレビューの時、比較対象だった S10 により、さらに強めに出ていたのは当然認識していたんだけど、濁りを感じないから、ベースラインが追いやすく、ドラムのキックのアタック感と、両感のバランスもいい、と、オリジナルのレビューで言ってる。それがヘイデイで抑制制御されたことで、全体の見通しがさらに良くなったと感じたね。癖がなくなったということでしょうかね。癖だとは思っていないけど、より多くのジャンルに対応しやすくなったという感じかな。ここからは2モデルの波形に絞ってみようか。そうですね。
低域を抑制した上、この大域は広範囲にわたって少し上がってる。レベル的にはさほどではないけど、低域が下がった上でのことだからね。結果 300Hz ぐらいから 3km 付近までこの傾向が続く。例えば曲のイントロでまだドラムが入ってくる前、ピアノとギターのバッキングだけなんかの場合、オリジナルとヘイデイでは音量の差を感じる。最後は小域、5から 7km あたりが少し抑えられてるけど、2から 3km あたりが以前より出ているし、低域が下がったのでこのバランスでも小域が落ちた感じはしないね。ただオリジナルの小域が少し強めに感じていたので、いい感じに調整されたなぁと思う。実際聞いてみての違いを感じるってこと？もちろんボーカルの視察音やブラスのアタックのシャープさの違いが分かりやすいね。あとは全体的にオリジナルの方が少し明るめに感じるわ。シェル素材の違いでノズル先端のフィルターも変わったじゃない？これも影響してそうよね。あ、確かにそれもあるね。で、ジャックさんはオリジナルとヘイデイどっちがいいと思う？そうだな、今後基本的にはヘイデイで聞きたいな。やっぱり低域のバランスの変化？そう、それが大きいね。広域もほんの少しだけ落ち着いた感じになったし。ただ再生環境やケーブルの違いで受ける印象が結構変化するけどね。調整はできるのかな？これを見てほしいんだけど、今回結構大きいなぁと思ったのがイヤピでの変化。まず広域5から 7km ぐらいの範囲ね。例えば赤のラインの上下ではマックス 5dB ぐらいの差があるんで、イヤピ交換で広域の感じは聴覚上はっきりわかる変化があるわけ。今回メインはフランジジム TAP ビートレベルでこの辺にいるけど、結論から言うとスピンフィット W1 の感じが自分には一番好みだったよ。広域側と低域側の出方を見つつ、実際装着してみて決めてくけど、データあると選びやすくなるよね。さらに装着感も重要だけどね。へえ、なんか大変そう。最初は大変だったけど慣れだよ、慣れ。ではそろそろまとめましょうか。そうだね。ZTNU のブラッシュアップバージョンヘイデイエディションは低域の抑制による全体の見通しの良さ、中域が少し盛られる、高域が若干抑制されるとオリジナルに対し尖った部分を滑らかにした印象ですね。オリジナルを持っている人がヘイデイエディション必要だと思います。そうだな、結局はオリジナルの低域と高域に不満を感じているかどうかじゃないかな。それかオリジナルをすごく気に入っていてどっちも欲しいっていう場合、より深いのないようこそって感じね。そういうことなので、あとはご視聴者の方にお任せします。ということでタングス ZTNU クロス HBB ヘイデイエディションのレビューでした。ではまた次の動画で。ご視聴ありがとうございました。 MD ジャックチャンネルはイヤホンレビューを音と波形た言葉で表現します。チャンネル登録お願いします。